みんなのアイドル、エリーちゃんの魅惑のシャワーシーン。少しもドキドキしないんだけど、なんだマリどうした？わけわからん、いきなり漏らした。刑務所で見たことあるやつだ。モザイクものだなこりゃ。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はトーコロニー初の料理シーンからお届けいたします。料理してるのはデボンかな。料理は指定しないと作ってくれません。勝手に量産されても困るしな。料理は隊員たちの士気にダイレクトに影響します。うまい料理を食べると当分士気が上がります。まずいと下がるという。そしてなんと楽しげな料理風景。なんか、思ってたのと違うな。欧米基準だからね、バーベキューみたいなパーティー会場のノリなんでしょう。料理も基本は建設と同じで、配達と作業の2段階で進められます。完成した料理はその場に放り出されます。さあ入る。肉でも刺身でもお構いなしだからね。ワイルドすぎるだろ。冷蔵庫には格納アイテムの指示ができるので、そこで腐る食べ物を指定しておけば勝手に拾って格納してくれます。なんか一周回って楽しそうに見えてきた。庭で大勢で酒飲みながらガハハって感じ。アメリカンホームパーティーってやつ？イメージだけ浮かんでたんだよな。そうか感じか。納得。アメリカのドラマでよく見るやつね。いよいよ水場を合流させるぞ。ようやくだ。溢れて居住区に流れ込まないよう、ドアと段差も設けた。じゃああとは穴を開けるだけね。隊員の皆さん、お願いします。みんなそこが砂だからすぐ抜けそうね。もう1ブロックなんだが。結構、硬いなこれ。でももう崩れそう。無事、開通したな。これで上部の空間を活用できるようになる。液体は移動に時間がかかるからしばらく放置ね。そっすね。コロニーの様子はどうかな。ちょっと農園付近の空気がよどんでるかな。酸素の生産が足りてないんじゃないか？そうかも。ちょっと調べてみるべき。マリサ、コロニーにゾンビがいる。俺の銃を持ってこいおまわりさんも頼みます。マックス隊員、今すぐに楽にしてやるぞ。待て、ステイ。ってなんだ、食中毒じゃないか。いよいよ出たか食中毒。あれだけ菌を撒き散らしてやそりゃこうなるわな。対策して？言うても手を洗うか、シャワー設置くらいだからな。でもこのままだとバイオハザード実況になるけど、シャワー設置するか。危ないところだった。マックス射殺寸前というパワーワード。ちゃっかり食中毒第1号になってるあたりさすがのマックスクオリティ。話題にことかかんな彼は。一応、お断りしておきますが仕込みはゼロです。さて改めてコロニーの実態を把握しよう。食料の備蓄は十分にあるわね。クルスあたりは多すぎるくらいだな。保存食扱いで腐りにくいのが救いね。あとはマックス隊員がクラクラであると。ひどい話ね。薬の調合状作っても良いけど、スキルあったかな。医療関係は序盤の悩みどころだな。狙って人員を入れるくらいしかやりようないしね。割と悲惨なコロニー事情の気がするな。序盤は仕方ない、と割り切るのも何か違う感。序盤でもうまくやれそうなもんだが。あまりガチガチに状況を固めて始めるっていうのもね。マリが漏らした。緊急停止。水源の汚染予想。現在確認中。水源の真上だ。汚染が広がる。急いで隔離用の壁面を作成。同時にモップがけの指示。なんだマリどうした？わけわからん、いきなり漏らした。ああもう今回こんなのばっかだな。前回の動画が薄味なのは仕方ないとしても今回の味付けは濃すぎじゃないの？そう汚染された水は諦めるしかない。今回どうなってんの？仕込んでないのに、こんな仕込みがあってたまるか。失禁し放題とか話題出すから。関係ないだろそれは。しかしメインの貯水池がやられなくてよかった。水場の統合を進めてたからな。コロニー崩壊もあり得た。水場の分散も考慮しますか？失神前提かよ。ああもう、8トンくらいの水がやられたか。その程度で済んでよかった。毎回、プレイするたびに崩壊の兆しが見えるな。下手くそすぎるというか安易に進めすぎなのでは。反省します。もうじっと急が来るわよ。適当にやっといて、帰ってきなさい。さて、何が出るかね。大して進めてないのにどっと疲れたわ。お、食中毒騒ぎの昨今、タイムリーな。医学系のキャラだ。ぜひ来ていただきたい。増援するか。このマイナスの研究が不可能って無意味よね。そうだな。研究なんて最終的には品切れするし。あ、でも天体観測とかも研究なのかも。まあどっちにしろ優秀な隊員たちがいるから無意味だろ。ということで連隊員、爆誕。歓迎しますよ。食料は十分にあるし、トイレ、手洗いも足りるわね。おそばんのスケジュールに参加してもらおう。水洗式トイレと水洗式手洗いの設置指示を出してみた。お水はどうすんの？タンクに溜める予定。そして塩素殺菌で除染する、と、いよいよ火星バイオームへの突入が視野に入ったからな。空間も十分あるし、いよいよかな。次回、収録あたりで着手したいが、どうなるやら。おかしい。霊夢の頭が？じゃなくて、トイレの利用状況が変じゃない？そういや手前の2機を使ってないな。なんだ？割り当て外れてる？霊夢さん、私嫌な予感がする。詳細を見てみましょう。これは、故障している。そりゃ使わないよ。使えないもの。そうか、マックスが第8回放送で変な時間にトイレしてたのも。マリー隊員の失禁も、これが原因。なんてこった。というかトイレって故障すんの？現にしておりますが、そうなんだけど。
水洗トイレの開発を進めていてよかった。故障発覚の翌日です。トイレは修理してくれなかったので一度作り直しました。これはサンドボックス案件だな。課題がたまる。しかしこれで漏らす心配は当面、消えたかな。マリー隊員、恥をかかせてごめんね。どうせならマックスが漏らせば美味しいのに。マックス隊員をなんだと思ってんの？初の水洗トイレ使用シーンだ。外を覗いてて草生える。初のシャワーシーンもお届けしますよ。みんなのアイドル、エリーちゃんの魅惑のシャワーシーン。少しもドキドキしないんだけど。まあ作ってるからね。モザイクでもかけようか？バンされる。こんなチンスクリーンでされるか。シャワーは汚染を浮かしてくれるので、食中毒の蔓延を防ぐことができます。次は汚染水を真水に戻すシステムの構築ね。その前に火星バイオームかな。今まで触れなかった装飾レイヤーを見てみよう。装飾値が高いと隊員にプラスの影響が出ます。赤いところが低いところ、緑が高いところだな。トイレの個室が赤い。これは床に素材が転がってるせいだな。掃除を指示してるけどなかなか進まない。近くに対応した倉庫を設置すれば違うんだけどな。長時間の利用が想定されるから、早く片付けたいけど、本当に、マジでやることが多すぎる。さて、サイクル51にして旧施設に突入だ。ついでに生成金属も獲得しましょう。あ、そうだ。旧施設という呼び名ですが、このコロニーはかつて文明があった場所、という設定です。その文明をもたらしていた存在や、隊員たちの正体は今後の探索で明らかになります。まあ実際にはどこかで暴露しますけど、情緒がない。わらわらと集まってきた隊員たちが作業に当たってるな。解体って体感的にも優先度高いよね。高いと思う。ガンガン壊すからな。破壊衝動でもあるのかしらね。そうかもしれん。こんな狭いところに押し込められてればそりゃあな。神経シャッフルも使うんでしょう？そのつもり。誰にするかはお察しくださいってやつだ。そんなの美味しがるの一人しかいないでしょ。それなんてマックス隊員。さあいよいよ神経シャッフル。誰が生贄になるのか。マックス隊員、呼ばれてるわよ。情緒がない。どんなスキルがつくかしらね。密かに楽しみだったりする。来た来た。何されるかも知らずに来たな。まあ見た目あれだけど良いことだし。あれって言うなし。さあ着席するマックス隊員。シャッフル開始。絵面が危ない。モザイクものだなこや。刑務所で見たことあるやつだ。それ以上いけない。実際は左の脳に蓄積されてるスキルを被験者に受け渡してるんでしょうね。脳はスキルホルダーなわけだ。ホルダーってかライブラリ？シャッフル処理は終わったら完了を指示する必要がある。自動で終わらないんだよね。シャッフルしたまま忘れてて漏らしてた隊員が過去にいた。かわいそう。ついたスキルは筋肉第一主義だ。筋力にプラス10の補正。とにかく何でも筋肉で解決しますとか言われてる。まあ筋力は何かと使うし良いだろう。次のマシンはどこにあるかな？さて、ここらで現在のコロニーをご紹介。現在は火星バイオームへの突入を目指して左側の掘削と整備を進めております。ついでに居住区を手動エアロックで覆って酸素の供給範囲を絞ってます。というのも酸素の元になるもの採掘が追いついていませんので、資源はあるけど掘削が間に合わない状態。酸素マスクの製造もしたいし、酸素の充填ドックも必要だし、ちなみにですけど、本作は永住ってきつい仕様だと思います。3桁のサイクルを回すゲームだとか言われてますからね。上手な人だと数千サイクルも見たことあるんだけどな。うちでは無理でしょうね。多分、酸素が、というか水が足りなくなる。無限に水を入手できればいけるんでしょうね。そんなのあるかな。もしくは隊員が無酸素で活動可能になるとか。それなんてナローの主人公？さすがにそんなニッチなのないでしょ。検索したけどなかったわ。検索するんじゃないっつの。あとはこの上側の空間を厩舎にする予定です。石炭発電は拡張が止まっている上層部分に配置したいところね。温暖化対策だな。熱源は居住区から離しておくと。そしてこの現在の最下層、左側が物掘削現場ね。無酸素状態なので過酷な現場である。酸素マスクが欲しいわね。切実に欲しいです。とはいえ充填するドックをどこに配置するかって問題もあるし。そうだな。まあ、次回以降ぼちぼちやっていこう。動画締めましょうか。はいよ。本日の動画は以上になります。もしよろしければ評価、チャンネル登録などしていただけますとチャンネル主が大変に喜びますのでどうぞお願いいたします。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。